神戸の絶景といえば夜景でしょ。日本三大夜景、1000万ドルの夜景、そんな感じで呼ばれてたりもしますけども、俺だけは一人、うわ、めちゃくちゃ綺麗。すげえ。はい、皆さんこんにちは。僕は今、兵庫県は神戸にいます。神戸の絶景といえば夜景でしょ。日本三大夜景だったりとか、1000万ドルの夜景なんて、そんな感じで呼ばれてたりもしますけども、メリケンパークという場所にいるんですけども、そこからだいたい40分ぐらいで行けるかなと。というわけで早速行ってみましょう。やばいって。山道だから暗すぎるって。しかも山道登るちょっと前にガソリンランプついだって。山道の中でガス欠したらやばいって。なんとかつきそうです。すごい頑張った。なんとかついた。というわけで、今の時刻は10時34分。ヒヤヒヤしたね、ガソリンが。ちゃんと残っててくれるか、ガス欠しないか。まだ帰りがあるから怖いけど。そんな感じで、ここは、展望スペースが多分あるんだろうな。やっぱり、人がいる。カップルだな、みんな。俺だけは一人。うわ、めちゃくちゃ綺麗。すげえ。いやー、やっぱね、めちゃくちゃ綺麗だった。すごいよ、この夜景は。さすが、1000万ドルの夜景、日本三大夜景。これね、すごいですよ。ほんとシンプルに超綺麗。もうなんか、めっちゃ綺麗みたいな。結構夜景って東京とかいろんなとこで見れるから、綺麗だねーっていうのは、あるけど、やっばみたいな。結構ほんと心から、やっばみたいな感じになる綺麗さ。ほんとよかった、ここは。でもね、残念ながら、やっぱカップルが多いし、原付バイクで来てる人はいなかったですね。男一人で来てる人もいなかったですね。それがすごいちょっと残念なのと、あと、僕が持ってる撮影機材がね、DJI の Osmo Action と iPhone 11。これじゃね、やっぱ綺麗に撮影できない。だから多分映像で見ると、生の綺麗さがやっぱ伝わってないと思います。でもマジで生はほんと超綺麗だから、めちゃくちゃおすすめです。結局、神戸のそのメインの市街地から40分とか45分ぐらいで原チャでも来れるんで、車だったら本当にあっちゅう間に来れるし、今ね、帰りをね、Google マップで見たら帰りはなぜか26分でした。だからもうほんとサクッと来れますね。もう絶好のデートスポットですよ、ここは。カップルが眩しかった。僕は割とこう自然が作り出す絶景とかが結構好きなんですけど、夜景っていうのはちょっとこう変わった変化球な絶景だなって思ってたんですけど、とはいえほんとこれはもう絶景でした。
もう本当に感動した素晴らしい絶景なので、ぜひ神戸に来た際だったりとか、まあ近くね、大阪とか京都とか来た時は、神戸が誇る絶景スポット、六甲山展覧台に来てみてはどうでしょうか。というわけで、また次の絶景でお会いしましょう。またね。